マリサ。どうしたんだレイム。前に、鹿島アントラーズのエンブレムが変わらなくてすごいって話をしてくれたわよね。ああ、そうだな。でも、そもそもはクラブのエンブレムの変遷を見るのが楽しいっていう話だったから、リニューアルされたエンブレムの話も聞きたいわ。確かにそうだな。では、今回は2021年のエンブレム変更が大きな話題となった。ガンバ大阪について見ていくとするか。ガンバのエンブレムって、今使われているデザインが発表された時、ガンバのサポーターだけでなく、他クラブのサポーターからも、賛否両論が起こったのを覚えているわ。確かに、当時は賛否、というよりは、非、の意見の方が目立っていたかもしれないな。そうそう。中には、ダサい、とか直接的な悪口を言ってる人もいたし、私自身も前のエンブレムがクラシカルでかっこいいと思っていたから、どうしてあのシンプルなデザインにしたのかがよくわからないのよね。確かに、エンブレムのデザインは好みの問題もあるので意見が分かれるだろうな。だが、このエンブレム変更は単なるデザインの変更じゃないんだ。クラブの未来をかけた、壮大な戦略と野心の表れだったんだぜ。壮大な戦略？なんだか面白そうね。よし、じゃあ今回は、ガンバ大阪のエンブレム変更に込められた、リブランディング戦略を、クラブの歴史も遡りながら紐解いていくぜ。よろしくお願いするわ。まずはガンバ大阪の概要を簡単に説明するぜ。ガンバ大阪。ホームタウンは吹田市、茨城市、高槻市、豊中市、摂津市、池田市、箕面市。クラブ名の、ガンバ、は、足、を意味するイタリア語の、ガンバ、と、日本語の、頑張る、をかけたダブルミーニングだ。これは有名な話ね。ネット上の訳語でガンバはよく、足、って書かれてたりするもの。ところで、レイムはガンバ大阪は発足する前に、ガンバ、よりも、有力なチーム名候補があったのを知っているか？他に何か候補があったの？せやかけなち大阪、とか？滑るにしても限度ってもんがあるだろ。実は、当初は、大阪ジョーズ、というチーム名が有力候補だったんだ。ジョーズ、正直微妙売るの禁止な。でもなんでボツになったの？スピルバーグからクレームでも入った？違うぜ。当時、1992年に、瀬戸内海サメ出没騒動があったんだ。その騒動を受けて、クラブ名がサメというのは、不謹慎だ、ということで幻に終わったんだ。話だけ聞くと作り話にしか聞こえないけど、この話はガンバの名付け親でもある奥野正隆さんが詳しく語っているぜ。私は、本社の特許部に所属し、いろいろと貴重な経験をさせていただきました。忘れられないのは、1993年近畿地方で唯一の J リーグクラブ、ガンバ大阪が誕生した時のことです。映した電気がユニバーサル映画会社を買収した時とも重なり、スティーブン・スピルバーグの映画、ジョーズが流行っていたことから、サッカーの新チーム名は、大阪ジョーズという名前が有力候補でした。大阪城や明日の城、サメの城など強そうなイメージもあります。これなら、動物のキャラクターもできるぞ、と喜んでいた矢先、瀬戸内海でサメによる人身事故があり、このクラブ名は不採用となってしまいました。J リーグの新チーム発表間近のことで、他にいいネーミングはないかとなった時に、提案したのが、ガンバ大阪という名前です。日本にいる外国人の声援がガンバ、ガンバ、と聞こえたことがきっかけでした。なるほど。ネーミングにもタイミングってあるのね。それまでは何も不謹慎じゃない名前なのに、社会情勢のせいで使いづらくなる言葉が生まれるのは、今も昔もそう珍しいことじゃないってことだ。こういう経緯もあって、急遽、ガンバ、という名前に決まった、ということね。ガンバは J リーグスタート当初、下位に低迷してしまう。この頃のガンバは今のような強豪のイメージはなかった。そんなクラブが転機を迎えたのは97年にカメルーン代表、ナミワの黒ヒョウことエムボマ選手を獲得してからだ。ヒョウじゃなくて黒ヒョウ。おい黙れ、この辺りからチーム力が向上し、ガンバは2000年代に入ると黄金期に入る。この頃のチームにはディフェンスにユースからの生え抜きで、日本代表のキャプテンも務めた宮本恒康選手や不動の右サイドバックだった梶明選手、中盤には遠藤康人選手の他に橋本秀夫選手、万博のファンタジスタと称された二川貴弘選手。前線にはテントリアの大黒正史選手、バンドリュウジ選手など、数多くのスター選手を擁する時代だった。代表選手も多くて豪華ね。層の厚い選手を擁し、攻撃力に優れたチームに変貌したガンバは2005年に J1 初優勝。リーグカップや天皇杯でのタイトルも獲得し、2008年には ACL のタイトルも奪う。この時期のガンバは常に上位にいた印象だわ。ところが、2012年には監督人事でボタボタしてしまう。監督候補だったロペス氏のライセンスの関係でやむなくセホン氏が監督になった時ね。このつまずきはシーズン中に立て直すことができず、クラブ史上初の J2 降格となってしまう。アジアのタイトルを獲得した数年後に2部降格なんて、J リーグって怖すぎるわ。だが、もともと選手個人の自力に勝るガンバは翌2013年は圧倒的な強さで J2 優勝。さらに2014年には J1 に復帰したその年に、リーグ、カップ、天皇杯の国内3冠を達成するというとんでもない偉業を成し遂げたんだ。沈み激しすぎで草。そろそろ本題に入ろう。ガンバのエンブレムだが、今までに2度の変更があった。これが初代のエンブレムだ。これ、マスコットのガンバボーイじゃない？そうだぜ。最初はガンバボーイ自体がエンブレムだったんだ。J リーグ開幕当初のユニフォームのエンブレムの位置にガンバボーイがあしらわれているぜ。あ、ほんとだ。そして、これがサポーターに長く親しまれた2代目のエンブレム。使用されたのは1996年から2021年だ。やっぱりこのエンブレムには馴染みがあるわ。
強くて伝統のあるクラブ、っていう感じがするわね。でもやっぱり不思議だわ。どうして、このエンブレムを変更する決断をしてしまったの？いい質問だ。それこそが今回の本題だな。きっかけはクラブ創立30周年だぜ。この節目に、ガンバ大阪はとてつもなく野心的な新しいクラブコンセプトを掲げたんだ。新しいコンセプト？それが、日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドになる、という目標だ。スポーツエクスペリエンスブランド？何それ？簡単に言うと、俺たちはもう、ただのサッカークラブじゃない、という宣言だな。ファンの人たちのライフスタイルに寄り添い、サッカーという枠組みを超えて、新しい体験をどんどん作っていく。そんな存在になることを目指したんだ。なるほど。クラブのあり方そのものをサッカークラブから脱皮させようとしたのね。その通りだぜ。その決意表明をより明確化させるために、あえて新しいエンブレムを掲げたというわけなんだ。ちなみに、新しいエンブレムは、ガンバ大阪の頭文字、G をモチーフにしながらも、クラブが掲げる3つの哲学を表現しているんだぜ。3つの哲学？ああ。まず、下から燃え上がるこの部分は、炎。スタジアムの熱狂や選手とサポーターの情熱を表している。コンセプトは、Be the Heat。次に、中央にある青い部分は、ハートだ。ファン、地域、そして日本サッカーの中心になるという意思を示している。コンセプトは、Be the Heart。そして最後、上部の半円は、ゴール、だ。栄光、勝利というゴールを目指し続ける力強い決意を表している。コンセプトは、For the Goal。炎、ハート、ゴール。G というシンプルな形に、そんなに深い意味が込められていたのね。だがこの抽象的なデザインへの転換は知っての通り、大きな論争を巻き起こした。そうよね。私もシンプルすぎてダサいとか言ってました。ごめんなさい。先に謝っておきます。霊夢やサポーターが戸惑うのも無理はないと思うぜ。だが、このリブランディングを担当したのは、日本を代表するブランディング会社の、インターブランドジャパン。国際的なデザイン賞も受賞している会社なんだぜ。ほうほう。新エンブレムも専門家の間では非常に評価が高いんだ。確かに、ファッションや生活の一部に溶け込むブランドデザインとしては、この方向性はありかもしれないわね。権威に弱すぎんだろ。それが人間心理ってもんだろ。ともあれ、この戦略をさらに具体化する追加の一手も放たれた。追加の一手？新マスコット、モフレム、の登場だ。モフレムね。最初見た時誇りの毛玉かと思ったわ。それにしてもガンバボーイってエンブレムもクビになって、マスコットもクビになるなんて不幸すぎるわね。ガンバボーイはクビになったわけじゃない。名誉マスコットとして活躍中だ。クラブはこれを戦略的な増員だと言っている。増員？ガンバボーイには積み上げてきた人気もあるし、人型マスコットならではのパフォーマンスも評価されている。ダンスとかキレキレだもんね。だが、元気なサッカー少年、というコンセプトのガンバボーイだけでは、新たなファミリー層やサッカーにそこまで興味がないライト層にリーチするには、限界があったんだ。そのための戦略として考案された、モフレムはクラブの重要な一手だったんだ。ただの毛玉だと思ってたけど、戦略兵器だったのね。そしてこの戦略は大当たりしたぜ。モフレム関連グッズの2023年の年間売上は前の年の売上を大幅に上回る。その売上増の要因が購入者層の広がりだ。今までの購入層の中心だった30代から50代の男性から、20代の若者中心に客層がシフトした。つまり、クラブが狙った通りの、新規ファン層の獲得、に大成功したってわけだ。すごい。エンブレムからマスコットまで、クラブの一連の戦略だったってことね。そうなんだぜ。この考え方は、鹿島アントラーズと比較するとガンバの狙いがよりはっきりわかるぜ。アントラーズはエンブレムに鹿島神宮の鹿や、茨城県のバラの色で、地域との共生、を表現していたのよね。その通りだぜ。一方、ガンバ大阪の新しいエンブレムは、あえて、大阪、を象徴するような具体的なモチーフを廃止、コンセプトを抽象化したものへと変化させた。確かに、新エンブレムにはたこ焼きも後ろも入ってないわね。これは、大阪という地域性を超えて、より、グローバル市場で通用するブランド、を目指すという意思の表れと言えるんだぜ。同じような考えは、FC 東京や名古屋グランパスのエンブレム変更など最近の J リーグに見られる潮流の一つだと言えるぜ。なるほど。エンブレム変更は、単なるデザインの変更ってだけじゃなくて、クラブがどこを向いて進んでいくのかという決意表明だったのね。その通りだぜ。ガンバ大阪のエンブレム変更は、クラブの枠組みの変化と、ターゲットを世界に広げていくという、クラブの野心的な戦略が現れている、と見ることができるんだ。というわけで、今回はガンバ大阪のエンブレム変更とそこに隠された、戦略について解説させてもらったぜ。これだけの物語と戦略が詰まっているなんて、今回も改めてクラブのエンブレムのエピソードって奥深いと思ったわ。地域と共に歩む鹿島のようなクラブもあれば、世界を目指すガンバのようなクラブもある。どちらが正しいというわけではなくて、こういう多様な哲学があるからこそ、J リーグはもっともっと面白くなっていくのかもしれないわね。霊夢の言う通りだと思うぜ。ありがとう、マリサ。どういたしましてだぜ。まだまだ今後も、各クラブのエンブレムに込められた熱い思いや、クラブの歴史について話していければと思っているぜ。そうね、またぜひ他のチームのエンブレムについても聞かせてほしいわ。
今後もさらに J リーグを応援していきたいと思っているので、この動画が良かったと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。